こんばんは。宇宙の眠りです。リラックス効果のあるソルフェジオ周波数とともに宇宙の話をごゆっくりお聞きください。第1話、惑星が宇宙で浮いている謎。夜空を見上げると無数の星が輝いています。その中には地球と同じように太陽の周りを回る惑星たちもあります。でも考えてみると不思議ではありませんか？地球も火星も木星もみんな何もない宇宙空間に浮かんでいるのです。落ちることもなく止まることもなく、ただそこに存在し続けています。私たちが地上で物を手から離せば必ず下に落ちます。リンゴもボールもコップも、これは当たり前のことです。ではなぜ地球という巨大な球体は落ちないのでしょうか？宇宙には下という方向がないからという答えは正しいのですが、それだけでは説明として不十分です。惑星たちがなぜあのように美しく秩序だって動いているのか、その謎に迫ってみましょう。まず理解しなければならないのは、惑星は実は浮いているわけではないということです。地球を含むすべての惑星は絶え間なく動き続けています。止まっているように見えるのは私たちも一緒に動いているからです。地球は時速約10万7000 km という猛烈なスピードで太陽の周りを回っています。新幹線の約3500倍の速さです。ではなぜそんなに速く動いているのに太陽から離れていってしまわないのでしょうか？ここに最初の重要なポイントがあります。それは重力という目に見えない力です。重力は質量を持つすべての物体が互いに引き合う力です。リンゴが地面に落ちるのも、月が地球の周りを回るのも、すべて重力のおかげです。太陽は非常に大きな質量を持っているため、強い重力で周囲の惑星たちを引っ張っています。地球の質量は約60兆 ×10 億トンですが、太陽はその約33万倍もあります。この圧倒的な質量が遠く離れた惑星たちさえも引き寄せ続けているのです。しかし、ただ引っ張られるだけなら、地球は太陽に向かってまっすぐ落ちていってしまうはずです。実際、地球は常に太陽に向かって落ちています。ただし、まっすぐにではありません。ここが鍵となる部分です。地球は太陽に向かって落ちながらも、同時に横方向に猛スピードで進んでいます。この横向きの動きがあるために、太陽に向かって落ちる軌道は曲線を描きます。そして、落ちる速さと横に進む速さのバランスが絶妙に取れているため、地球は太陽の周りをぐるぐると回り続けることができるのです。これは紐につけたボールを振り回すことに似ています。ボールは手元に向かって引っ張られていますが、同時に外側に飛び出そうとする力も働いています。この2つの力がちょうどバランスしているとき、ボールは円を描いて回り続けます。紐を離せば、ボールは外に飛んでいってしまいます。紐が切れるように太陽の重力が突然なくなれば、地球も宇宙空間に飛び出していくでしょう。この落ち続けているのに落ちないという状態を科学では軌道運動と呼びます。地球だけでなく、すべての惑星がこの軌道運動をしています。水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星、それぞれが太陽の重力に惹かれながら横方向の速度を持つことで、見事な円軌道を正確には楕円軌道を描いているのです。ここで一つ疑問が湧きます。なぜ惑星たちの動きは遅くならないのでしょうか？地上で自転車を漕ぐのをやめれば、やがて止まってしまいます。摩擦や空気抵抗があるからです。しかし、宇宙空間には空気がほとんどありません。摩擦もありません。一度動き始めた物体は、何かにぶつからない限り、永遠に同じ速度で動き続けます。これを慣性の法則と言います。
惑星たちは約46億年前に生まれた時からずっと動き続けています。生まれた時の動きを今も保ち続けているのです。エネルギーを消費することもなく、燃料を使うこともなく、ただ宇宙の法則に従って静かに、しかし猛烈な速度で移動し続けています。では、そもそもなぜ惑星たちは動き始めたのでしょうか。これを理解するには、太陽系の誕生にまで遡る必要があります。約46億年前、宇宙のある場所に巨大なガスと塵の雲がありました。この雲は主に水素とヘリウムでできていて、ゆっくりと回転していました。何かのきっかけ、おそらく近くで起きた超新星爆発の衝撃波で、この雲は収縮し始めました。雲が収縮すると、中心部分はどんどん密度が高くなり、温度も上がっていきます。同時に回転速度も速くなります。これはフィギュアスケートの選手が回転するとき、腕を縮めると回転が速くなるのと同じ原理です。核運動流保存の法則と呼ばれるものです。中心部分はやがて十分な高温高圧に達し、核融合反応が始まりました。これが太陽の誕生です。しかし、すべての物質が太陽になったわけではありません。周囲には円盤状に広がったガスと塵が残りました。この円盤も太陽と同じように回転していました。この回転する円盤の中で小さな塵の粒が互いにくっつき始めました。静電気や重力によって少しずつ成長していったのです。小石サイズから岩サイズへ、そして小惑星サイズへと成長していきました。これらはホロ惑星と呼ばれます。ホロ惑星同士がぶつかり合い、合体することで、さらに大きな天体が生まれました。これが原始惑星です。原始惑星は強い重力を持つようになり、周囲のガスや塵、小さな天体をどんどん吸収していきました。こうして地球を含む惑星たちが形成されたのです。重要なのは、これらの惑星が生まれた時、すでに回転する円盤の中にいたということです。円盤全体が回転していたため、そこから生まれた惑星たちも最初から横向きの動きを持っていました。そして太陽の重力がこれらの惑星を引き寄せることで、惑星たちは太陽の周りを回る軌道運動を始めたのです。この初期の太陽系は今よりもはるかに混沌としていました。無数の小天体が飛び交い、衝突が頻繁に起きていました。地球もその誕生から数億年の間に火星ほどの大きさの天体と衝突したと考えられています。この衝突で飛び散った破片が集まって月になりました。しかし、時間が経つにつれて太陽系は安定していきました。大きな惑星が小さな天体を吸収したり、軌道から弾き飛ばしたりすることで、次第に今のような秩序ある姿になっていったのです。木星のような巨大惑星は、その強い重力で多くの小天体を太陽系外に追い出したり、太陽に落下させたりしました。現在の太陽系の惑星配置は、46億年にわたる力学的な進化の結果です。それぞれの惑星は、太陽からの距離に応じた軌道速度を持っています。太陽に近い水星は速く、遠い海王星は遅く動いています。これは自然な結果です。太陽に近いほど重力が強いため、それに対抗するためには、より早く動く必要があるからです。ここでもう一つ、重要な発見について触れておきましょう。17世紀初頭、ヨハネス・ケプラーという天文学者が惑星の運動に関する3つの法則を発見しました。第一法則は、惑星の軌道が楕円であること。第二法則は、惑星と太陽を結ぶ線分が等しい時間に、等しい面積を描くこと。第三法則は、惑星の公転周期の2乗が、軌道の長半径の3乗に比例すること。これらの法則は、惑星の運動が偶然ではなく、数学的な規則性を持っていることを示しました。しかし、ケプラー自身は、
なぜそうなるのかを説明できませんでした。その答えを出したのがアイザック・ニュートンです。ニュートンは万有引力の法則と運動の法則を発見し、ケプラーの法則がなぜ成り立つのかを数学的に証明しました。ニュートンの業績によって惑星が浮いているのではなく、重力と慣性の絶妙なバランスの中で運動し続けていることが明らかになったのです。さらに興味深いことに、20世紀にアルベルト・アインシュタインが一般相対性理論を発表すると、重力に対する理解はさらに深まりました。アインシュタインによれば、重力は力というよりも質量が時空を歪めることで生じる現象です。太陽のような大きな質量を持つ天体は、その周囲の時空を大きく歪めます。この歪みの中を惑星が進むと、直進しているつもりでも歪んだ時空の形に沿って曲がった軌道を描くことになります。惑星は実はまっすぐ進んでいるのですが、時空そのものが曲がっているため、結果として太陽の周りを回る軌道になるのです。これは平らなゴムシートの上にボーリングの球を置いた状態を想像するとわかりやすいでしょう。ボーリングの球の重さでシートが沈みます。この沈んだシートの上でビー玉を転がすと、ビー玉はボーリングの球の周りを回るような軌道を描きます。ビー玉自体はまっすぐ進もうとしているのですが、シートが歪んでいるため、結果として曲がった道を進むのです。宇宙空間も同じです。太陽が時空を歪めていて、地球はその歪みの中をまっすぐ進もうとした結果、太陽の周りを回る軌道になっているのです。この理論は、彗星の軌道の微妙なズレを正確に説明することができ、ニュートン力学よりもさらに精密な予測を可能にしました。では、この美しい軌道運動は、これからも永遠に続くのでしょうか。基本的には、太陽系は非常に安定した状態にあります。惑星たちは何十億年もの間、ほぼ同じ軌道を回り続けるでしょう。しかし、ほぼと言ったのには理由があります。実は、惑星同士も互いに重力で影響を及ぼし合っています。特に、木星のような巨大惑星の重力は、他の惑星の軌道をわずかに乱します。これらの影響は非常に小さいのですが、長い時間をかけると積み重なっていきます。科学者たちがコンピューターシミュレーションで太陽系の未来を計算したところ、太陽系は基本的に安定していますが、極めて長い時間スケール、数十億年から数百億年では、惑星の軌道に大きな変化が起こる可能性があることが分かりました。場合によっては、彗星の軌道が不安定になって太陽に落下したり、他の惑星と衝突したりする可能性もゼロではありません。しかし、そのような出来事が起こるとしても、それは遠い遠い未来の話です。太陽自体も約50億年後には燃料を使い果たし、赤色巨星になって膨張します。その時には地球も飲み込まれてしまう可能性があります。つまり、太陽系の惑星配置が大きく崩れるよりも先に、太陽系そのものが大きく変貌を遂げるのです。惑星が浮いている謎の答えは、こうしてまとめることができます。惑星は浮いているのではなく、太陽の重力に惹かれながら、横方向に高速で移動し続けることで、落ち続けているのに、落ちない状態、軌道運動を維持しているのです。この運動は、約46億年前の太陽系誕生時に始まり、宇宙空間に摩擦がないため、今も続いています。この仕組みは、宇宙のあらゆる場所で見られます。月が地球の周りを回るのも、人工衛星が地球の周りを回るのも、銀河が互いの周りを回るのも、すべて同じ原理です。重力と慣性、そして初期の回転運動。これらが組み合わさることで、宇宙は動的でありながら、秩序ある姿を保っているのです。夜空を見上げるとき、私たちは静止した星々を見ているように感じます。しかし実際には、すべてが猛烈な速度で動いています。地球は自転しながら太陽の周りを回り、
太陽系全体も天の川銀河の中を秒速約 220km で移動しています。天の川銀河自体も局所銀河群という銀河の集まりの中で動いています。私たちは止まっているつもりで立っていますが、実は宇宙空間を信じられない速度で移動しているのです。それでも私たちが何も感じないのは、すべてが一緒に動いているからです。電車の中で静かに座っていても、実際には時速何百キロメートルで移動しているのと同じです。この壮大な宇宙のダンスは、物理法則という見えない振付師によって導かれています。重力という引力、慣性という性質、核運動量の保存、そして時空の歪み。これらの要素が完璧に調和することで、惑星たちは何十億年もの間、美しい軌道を描き続けることができるのです。科学が発展する前、人々は惑星が神々によって動かされていると考えました。あるいは、天球という透明な玉に埋め込まれていると想像しました。しかし、真実はそれよりもはるかに美しく、驚くべきものでした。惑星は何の支えもなく、ただ宇宙の法則に従って落ち続けることで浮かび続けているのです。この発見は人類の知的探求の素晴らしい成果です。目に見えない力を理解し、数式で表現し、未来を予測することができるようになりました。そして、この理解は実用的な応用も生み出しました。人工衛星、宇宙探査機、国際宇宙ステーション。これらすべては惑星の運動と同じ原理を利用しています。宇宙飛行士が地球の周りを回る国際宇宙ステーションの中で無重力状態にあるのも、実は常に地球に向かって落ち続けているからです。ただし、横方向の速度があるために、地球に衝突せずに周回し続けています。これはまさに惑星が太陽の周りを回るのと同じ仕組みです。惑星が宇宙で浮いている謎はこうして解明されました。しかし、この答えは新たな疑問も生み出します。なぜ重力という力が存在するのか。なぜ慣性の法則が成り立つのか。なぜ宇宙には物理法則があるのか。これらの深い問いに科学は今も挑戦し続けています。一つの謎が解けると、その先にさらに深い謎が待っている。それが科学の旅です。そしてその旅は私たちに宇宙の美しさ、精巧さ、そして私たち自身がこの壮大な宇宙の一部であることを教えてくれるのです。第2話、隕石はなぜ生まれるのか。夜空に突然現れる一筋の光。それは数秒間、美しい奇跡を描いて消えていきます。私たちはそれを流れ星と呼び、願い事をする習慣があります。でも、その正体を知っていますか？実は、宇宙から地球にやってくる小さな石や金属のかけらなのです。そして、地上まで到達したものを私たちは隕石と呼んでいます。では、この隕石は一体どこから来て、どのようにして生まれるのでしょうか。その答えを知るためには、46億年前、太陽系が誕生した瞬間まで時間を遡る必要があります。今から46億年ほど前、宇宙のある場所に巨大なガスと塵の雲がありました。この雲は太陽の何倍もの大きさがあり、ゆっくりと回転していました。やがて、この雲は重力によって中心に向かって収縮し始めます。中心部分はどんどん熱くなり、ついには太陽が誕生しました。しかし、すべての物質が太陽になったわけではありません。周りには円盤状にガスや塵が残っていました。この塵の粒子たちは互いにぶつかり合いながら少しずつくっついていきます。最初は砂粒程度だったものがやがて小石になり、岩になり、さらに大きな塊へと成長していきました。この過程で塵の粒子たちの多くは惑星へと成長していきました。地球も
火星も木星もすべてこのようにして生まれたのです。しかし、すべての物質が惑星になれたわけではありません。惑星になり損ねた破片たち、惑星同士の衝突で飛び散った破片たち、そして惑星になる前の段階で成長が止まってしまった小さな天体たち。これらが隕石の主な起源となるのです。火星と木星の間には小惑星帯と呼ばれる領域があります。ここには数十万個以上の小惑星が集まっています。大きなものは直径数百キロメートルもありますが、小さなものは数メートル程度です。なぜこの場所に小惑星がたくさん集まっているのでしょうか。それは木星という巨大な惑星の重力の影響なのです。木星の強力な重力がこの領域の小さな天体たちが一つの惑星へと合体することを妨げてしまいました。つまり小惑星帯の天体たちは惑星になり損ねた材料なのです。この小惑星帯では今でも小惑星同士の衝突が起きています。衝突によって砕けた破片は宇宙空間を漂い始めます。そしてその軌道がたまたま地球と交差すると地球の重力に引き寄せられて大気圏に突入します。これが隕石が地球にやってくる最も一般的なルートです。小惑星帯からやってくる隕石は太陽系が誕生したばかりの頃の物質を含んでいることがあります。科学者たちが隕石をタイムカプセルと呼ぶのはこのためです。隕石を調べることで46億年前の太陽系の姿を知ることができるのです。隕石のもう一つの故郷は水星です。水星は汚れた雪だるまとも呼ばれ、氷と塵が混ざり合った天体です。太陽系の遠く離れた冷たい領域で生まれた水星は、長い楕円軌道を描いて太陽に近づきます。太陽に近づくと、水星の氷が蒸発し、美しい尾を作ります。この時、氷と一緒に塵の粒子も放出されます。水星が通った後には、宇宙空間に無数の塵の粒子が残されるのです。地球がこの塵の帯を通過するとき、大量の流れ星が見られます。これが流星群です。毎年決まった時期に見られる流星群、例えば8月のペルセウス座流星群や11月の獅子座流星群は、すべて水星が残した塵の帯を地球が通過することで起こります。これらの流れ星のほとんどは小さな塵なので、大気圏で燃え尽きてしまいますが、稀に大きな破片が地上まで到達することもあります。驚くべきことに、隕石の中には月や火星から来たものもあります。そんなことがあるの？と思うかもしれません。しかし、これは本当の話です。太陽系が誕生してから46億年の間、無数の小惑星が月や火星に衝突してきました。特に大きな天体が高速でぶつかると、その衝撃は凄まじいものになります。衝突地点の岩石は粉々に砕け、その一部は宇宙空間へと飛び出すほどの速度を得るのです。月の重力は地球の6分の1しかありませんし、火星の重力も地球の約3分の1です。このため、衝突で飛び散った破片が月や火星の重力を振り切って宇宙空間に飛び出すことが可能なのです。こうして宇宙を漂い始めた破片は長い時間をかけて地球にやってくることがあります。実際に南極大陸で発見されたアランヒルズ84001という隕石は火星から来たことが確認されています。この隕石は約40億年前に火星で形成され、約1700万年前の衝突で宇宙空間に飛び出し、約1万3000年前に地球に落下したと考えられています。なんという壮大な旅でしょう。さて、宇宙を漂っていた石や金属の破片が地球に近づいてきました。ここから隕石としての最後の試練が始まります。地球の大気圏に突入するとき、これらの天体は秒速数十キロメートルという
猛烈な速度で飛んでいます。時速に換算すると10万 km 以上。地球を2周半できるほどの速度です。この高速で大気とぶつかると激しい摩擦が生じ、天体の表面温度は数千度にまで達します。この熱で小さな粒子はほとんど燃え尽きてしまいます。私たちが見る流れ星の大半はこの段階で消えてしまう小さな塵なのです。典型的な流れ星の元となる粒子は米粒ほどの大きさしかありません。しかし、ある程度の大きさがある天体は表面が溶けて蒸発しながらも内部は比較的冷たいままで地上まで到達することができます。大気圏を通過する際、表面が溶けて独特の黒い融解核ができます。これが隕石の特徴的な外観になるのです。落下する際、隕石は空気との摩擦で光り輝き、火球として観測されることもあります。時には昼間でもはっきり見えるほど明るくなることもあり、その後に大きな音を伴うこともあります。これは音速を超える速度で飛行することで発生する衝撃波。いわゆるソニックブームです。地上に到達した隕石を調べると、大きく3つの種類に分類できることがわかります。それぞれが異なる物語を持っています。まず、石質隕石です。これは隕石全体の約 94% を占める最も一般的なタイプです。主に岩石からできており、小惑星の表面部分から来たと考えられています。中でも、コンドライトと呼ばれる種類は、太陽系誕生時の原始的な物質をほぼそのまま保存しています。まるで46億年前の時間が閉じ込められているかのようです。次に、鉄隕石があります。これは、鉄とニッケルの合金でできており、非常に重く磁石に反応します。鉄隕石は、かつて存在した小惑星の中心核の破片だと考えられています。小惑星の内部で重い金属が中心に沈んで核を形成したのです。その小惑星が衝突で破壊され、核の部分が露出して飛び散ったものが鉄隕石として地球に届くのです。そして石鉄隕石は岩石と金属が混ざり合った珍しいタイプです。これは小惑星の核とマントルの境界部分から来たと考えられており、隕石全体のわずか 1% 程度しかありません。断面を磨くと金属の中に鉱物の結晶が美しく配置された模様が現れることがあり、パラサイトという種類は宝石のように美しいと言われています。隕石を詳しく調べることで、科学者たちは太陽系の歴史について多くのことを学んできました。例えば、隕石に含まれる放射性元素を測定することで、その隕石がいつ形成されたかを知ることができます。こうして太陽系の年齢が約46億年であることが分かったのです。地球の岩石は長い年月の間に変化してしまっていますが、小惑星の破片である隕石には太陽系誕生時の情報が保存されているのです。また、一部の隕石にはアミノ酸などの有機化合物が含まれていることも分かっています。アミノ酸は生命の材料となる重要な物質です。これは生命の材料となる物質が宇宙から地球にもたらされた可能性を示唆しています。もしかすると地球の生命誕生に隕石が重要な役割を果たしたのかもしれません。さらに火星から来た隕石を調べることで火星の地質や大気の歴史について知ることもできます。実際に火星に行かなくても隕石というサンプルが自然に届けられているのです。これは惑星探査において非常に貴重な情報源となっています。隕石の落下は過去の出来事ではありません。今でも毎日地球には無数の宇宙からの訪問者がやってきています。科学者の推計によれば、地球には毎日約100トンもの宇宙物質が降り注いでいるそうです。ほとんどは塵のような小さな粒子ですが、中には人の手のひらサイズ以上の隕石も含まれています。
年間で言えば、数千個の隕石が地球のどこかに落下していると推定されています。ただし、地球の表面の約 70% は海ですし、陸地の多くは人が住んでいない場所です。ですから、実際に人が隕石の落下を目撃したり、新しく落ちた隕石を発見したりすることは、それほど多くありません。しかし、南極大陸のような雪と氷に覆われた場所では、黒い隕石が見つけやすいため、多くの隕石が発見されています。隕石が建物や人に直撃する事例は極めて稀ですが、記録には残っています。1954年、アメリカのアラバマ州で女性が自宅のソファで休んでいた時、屋根を突き破って落ちてきた隕石に太ももを打たれるという事件がありました。幸い、大きな怪我には至りませんでしたが、これは人が隕石に直撃された確実な記録として知られています。人類と隕石の関わりは、記録に残っているだけでも数千年の歴史があります。古代エジプトのツタンカーメン王の墓からは、鉄隕石から作られたと考えられる短剣が発見されています。当時は、まだ製鉄技術が発達していなかったため、隕石は貴重な鉄の供給源だったのです。また、多くの文化で隕石は神聖視されてきました。天から降ってくる石は神々からの贈り物だと考えられたのです。イスラム教の聖地メッカにあるカーバ神殿には国石と呼ばれる聖なる石が安置されていますが、これは隕石だったのではないかという説もあります。現代では隕石は科学研究の貴重な対象となっています。世界中の博物館や研究機関が隕石を収集し分析しています。日本でも国立科学博物館などが多数の隕石を所蔵しており、研究に活用されています。隕石について知ることは、私たちにいくつかの大切なことを教えてくれます。まず、地球は宇宙の中の孤立した存在ではないということです。私たちの惑星は太陽系という大きなシステムの一部であり、今でも宇宙と物質をやり取りしています。夜空を見上げるとき、私たちはただ遠くの景色を眺めているのではなく、実際につながっている宇宙の一部を見ているのです。また隕石は地球と生命の歴史における重要な出来事を物語っています。約6600万年前、巨大な隕石が地球に衝突し、恐竜を含む多くの生物が絶滅しました。この大絶滅がなければ、哺乳類が繁栄することもなく、人類が誕生することもなかったかもしれません。隕石は破壊をもたらすこともありますが、同時に新しい可能性も開くのです。そして、隕石は私たちすべてが星屑でできているという事実を思い出させてくれます。地球も、地球上のすべての物質も、そして私たちの体を構成する原子も、すべて太陽系誕生時の塵から生まれました。私たちは文字通り宇宙の一部なのです。隕石は46億年という途方もない時間をかけて宇宙を旅してきました。小惑星帯で生まれ、あるいは水星から放出され、月や火星から飛び出し、長い旅を経て地球にたどり着く。その一つ一つが太陽系の歴史を刻んだタイムカプセルであり、宇宙からの手紙なのです。次に夜空を見上げたとき、流れ星を見たら、それがどこから来て、どんな旅をしてきたのか、想像してみてください。そして、もしかしたら今この瞬間も、46億年の旅を終えた小さな石が、静かに地球のどこかに降り立っているかもしれない。そう考えると、宇宙が少し近く感じられるのではないでしょうか。第3話、火星移住計画。人類の新たな挑戦。赤い惑星への夢。夜空を見上げると赤く光る星が見えることがあります。それが火星です。古代から人々はこの赤い星に魅了され、そこに何があるのか、誰かが住んでいるのではないかと想像を膨らませてきました。そして今、その想像が現実になろうとしています。
人類は本気で火星に移住しようとしているのです。火星は地球から最も近い惑星の一つで、平均すると約2億2500万 km 離れています。これは途方もない距離に思えますが、宇宙のスケールで考えると、実はお隣さんと言えるほど近い存在なのです。そして太陽系の惑星の中で火星は地球に最も似た環境を持っています。だからこそ科学者たちは火星こそが人類の第二の故郷になり得ると考えているのです。なぜ火星なのか。火星移住計画を理解するには、まず、なぜ火星なのかという問いに答える必要があります。太陽系には他にもたくさんの惑星や衛星があるのに、なぜ火星が選ばれたのでしょうか。第一の理由は、火星の環境が地球に比較的近いということです。火星には大気があります。とても薄い大気ですが、それでも存在するのです。また、火星の1日の長さは24時間37分で地球とほぼ同じです。さらに、火星には季節があり、極地には氷が存在します。温度は地球よりずっと寒く、平均でマイナス60度ほどですが、夏の赤道付近では20度くらいまで上がることもあります。第二の理由は、火星には水が存在する可能性が高いということです。水は生命にとって不可欠な要素であり、人間が生活するためにも絶対に必要です。火星の極地には水の氷があることが確認されており、地下にも大量の氷が眠っていると考えられています。この水を利用できれば、飲料水はもちろん、酸素を作り出すことも、ロケット燃料を製造することも可能になります。第3の理由は、火星の土壌に含まれる資源です。火星の土には、鉄、マグネシウム、カルシウム、カリウムなど、様々な鉱物が含まれています。これらは、建設資材や工業製品の原料として利用できます。また、火星の大気の 95% は二酸化炭素でできており、これを利用して酸素を作り出すことができます。そして、最も重要な理由は、人類の生存戦略としての意味です。地球には、小惑星の衝突、気候変動、核戦争など、様々なリスクがあります。もし人類が地球だけに住み続けていれば、これらの危機によって絶滅してしまう可能性があります。しかし、火星に人類の居住地を作れば、たとえ地球に何か起きても、人類という種は存続できるのです。これは、いわば命のバックアップを作るということなのです。火星への旅。火星への旅は想像以上に大変なものです。まず、距離の問題があります。地球と火星の距離は常に変化していて、最も近い時で約5500万 km、最も遠い時で約4億 km にもなります。ロケットで火星に行くには地球と火星が最も近づく時期を狙い、さらに最も効率的な軌道を計算して飛ばなければなりません。現在の技術では火星まで到達するのに約6ヶ月から9ヶ月かかります。これは非常に長い時間です。宇宙飛行士たちはこの期間、狭い宇宙船の中で生活しなければなりません。そこには様々な困難が待ち受けています。まず、無重力状態の問題があります。宇宙空間では重力がほとんどないため、筋肉や骨が衰えてしまいます。国際宇宙ステーションでは、飛行士たちは毎日2時間以上も運動をして体力の低下を防いでいます。火星への旅でも同じように毎日運動を続けなければなりません。次に宇宙放射線の問題があります。地球は磁場と大気によって宇宙からの有害な放射線から守られています。しかし宇宙空間にはこの保護がありません。長期間強い放射線にさらされると、がんのリスクが高まったり、細胞が損傷したりします。宇宙船には特殊な遮蔽剤を使ったり、
水や食料を壁の代わりに配置したりして、できるだけ放射線を防ぐ工夫が必要です。そして、心理的な問題もあります。狭い空間に何ヶ月も閉じ込められ、家族や友人と会えず、地球の景色も見えず、新鮮な空気も吸えない。しかも、何か問題が起きても、すぐに地球に戻ることはできません。このような極限状態では、ストレスや孤独感、不安が大きくなります。クルー同士の人間関係も重要で、一つの些細な対立が大きな問題に発展することもあります。だからこそ、火星への宇宙飛行士は、技術的な能力だけでなく、精神的な強さ、チームワーク能力、柔軟性、問題解決能力など、様々な資質が求められます。そして、訓練も非常に厳しいものになります。模擬火星基地で長期間過ごしたり、隔離された環境で生活したりして、実際の任務に備えるのです。火星に到着したら、長い旅を終えて火星に到着したとき、最初の大きな挑戦は着陸です。火星には大気がありますが、地球の100分の1程度の薄さしかありません。そのため、パラシュートだけでは十分に減速できず、ロケットエンジンを使って着陸する必要があります。これは恐怖の7分間と呼ばれるほど難しい作業で、少しでも間違えば墜落してしまいます。無事に着陸できたら、次はすぐに居住環境を整えなければなりません。火星の環境は人間にとって非常に厳しいものです。大気圧は地球の約 0.6% しかなく、これは地球で高度35,000メートルの場所にいるのと同じです。人間は宇宙服なしでは数分も生きられません。また、大気のほとんどが二酸化炭素なので呼吸できません。温度も非常に低く、夜にはマイナス100度以下になることもあります。そのため、最初の火星移住者たちは、特別な居住施設、いわゆるハビタットで生活することになります。このハビタットは、密閉された空間で、内部は地球と同じような気圧と酸素濃度に保たれます。放射線を防ぐために、厚い壁や火星の土で覆われた設計になるでしょう。初期の計画では、火星に物資を送る無人ロケットを先に何度も打ち上げ、人間が到着する前に必要な設備や資材を準備しておくことが考えられています。これには、ハビタットの建材、食料、水の処理装置、酸素生成装置、発電設備、通信機器、探査用の車両などあらゆるものが含まれます。そして人間が到着したら、これらを組み立てて生活できる環境を作り上げます。最初の数週間から数ヶ月は、この基地建設が最優先の仕事になります。全員が協力してできるだけ早く安全で快適な居住空間を確保する必要があります。火星での生活。火星での生活は地球とは大きく異なります。まず外出するときは必ず宇宙服を着なければなりません。火星の宇宙服は酸素を供給し、体温を調整し、放射線から身を守る機能を持っています。しかし、これを着ると動きが制限され、作業も大変になります。手袋をしていると細かい作業が難しくなりますし、視野も制限されます。重力も地球とは違います。火星の重力は地球の約 38% しかありません。つまり地球で 60kg の人は火星では 23kg ほどの重さに感じます。最初はこの軽さが楽しく感じるかもしれませんが、長期的には体に影響があります。筋肉や骨が衰えやすくなるため、定期的な運動が欠かせません。食事も大きな課題です。地球から食料を運ぶのは非常にコストがかかるため、火星で食料を生産する必要があります。そこで重要になるのが温室での農業です。火星の温室は密閉された空間で人工照明を使って植物を育てます。レタス、トマト、イチゴ、
豆類、芋類など比較的育てやすく、栄養価の高い作物が選ばれるでしょう。火星の土はそのままでは植物を育てるのに適していません。有機物がなく、塩分が多く含まれているからです。しかし、堆肥を加えたり、水で洗ったりして改良すれば、使えるようになります。また、水耕栽培や気候栽培という土を使わない栽培方法も有効です。水は火星の氷から得ることができます。地下に埋まっている氷を掘り出したり、極地の氷を採取したりして、それを溶かして浄化すれば、飲料水や農業用水として使えます。そして、使った水は浄化してリサイクルします。火星では水は非常に貴重なので、一滴も無駄にできません。炭素も重要な資源です。火星の大気から二酸化炭素を取り込み、それを電気分解して酸素と一酸化炭素に分解する装置が開発されています。また、温室で育てる植物も光合成によって酸素を生み出してくれます。人間が呼吸して出した二酸化炭素を植物が酸素に変えるという循環システムを作ることが理想です。エネルギーは主に太陽光発電で得ることになるでしょう。火星は地球より太陽から遠いので、届く太陽光は地球の約半分ですが、それでも十分に発電できます。また、砂嵐が多い火星では太陽光パネルが砂で覆われてしまう問題があるため、定期的な清掃が必要です。将来的には小型の原子力発電も検討されています。通信も大きな課題です。火星と地球の距離があるため、電波が届くのに3分から22分かかります。つまり、地球に質問を送っても、返事が来るまでに最低でも6分、最長で44分もかかるのです。リアルタイムの会話は不可能で、すべてのやりとりは時間差のあるメッセージのようになります。これは緊急時に大きな問題になります。何か危機的な状況が起きても、地球からの助言を待っている余裕はありません。火星の住民は自分たちだけで問題を解決する能力を持っていなければならないのです。健康とメンタルケア。火星での長期滞在は人間の体と心に様々な影響を与えます。医療体制の整備は移住計画の成否を左右する重要な要素です。まず、低重力による健康への影響があります。長期間、火星の低重力環境にいると骨密度が低下し、筋肉が萎縮します。これを防ぐために毎日の運動プログラムが必須です。また、心臓や循環器系にも影響があり、血液の流れ方が変わることで、様々な症状が出る可能性があります。放射線の影響も深刻です。火星には地球のような強い磁場がないため、宇宙放射線や太陽からの放射線が地表まで届きます。長期的には、がんのリスクが高まり、白内障になりやすくなり、中枢神経系にもダメージを与える可能性があります。居住施設は放射線を遮蔽する設計になっていますが、外での作業時間はできるだけ制限する必要があります。医療施設も必要です。最初の火星基地には医師や看護師が含まれるでしょう。しかし、地球のような高度な医療は提供できません。大きな手術が必要な場合や、専門的な治療が必要な場合は、非常に困難です。だからこそ、予防医療が極めて重要になります。定期的な健康チェック、適切な栄養管理、十分な運動、ストレス管理などによって病気を予防することが最優先されます。メンタルヘルスも大きな課題です。火星の環境は心理的に大きなストレスをもたらします。地球から遠く離れ、家族や友人と会えず限られた人数の仲間と閉鎖的な空間で生活する。外に出れば生命の危険があり、常に緊張を強いられる。こうした状況は、うつ病、不安障害、対人関係の問題などを引き起こす可能性があります。
これに対処するために様々な工夫が考えられています。定期的なカウンセリング、趣味や娯楽の時間、プライベートな空間の確保、地球の家族とのビデオ通話などです。また、基地の設計にも配慮が必要で、できるだけ快適で明るく、開放感のある空間を作ることが重要です。窓から火星の風景を眺められることや、温室で植物に触れられることも心の健康に良い影響を与えるでしょう。コミュニティの形成。火星移住が進むと、やがて小さなコミュニティが形成されていきます。最初は数十人規模の科学者や技術者の集団から始まりますが、徐々に規模が拡大し、様々な職業の人々が移住してくるでしょう。火星のコミュニティは、地球のどの社会とも異なる独特なものになると考えられます。なぜなら、極限環境の中で生き延びるためには、全員が協力し合わなければならないからです。個人主義よりも集団の利益が優先され、一人一人が複数の役割を担い、お互いに助け合う文化が育つでしょう。教育も重要です。火星で子供が生まれた場合、その子たちをどう教育するのか。火星の重力で育った子供は、おそらく地球に戻ることは難しいでしょう。体が火星の環境に適応してしまい、地球の重力に耐えられなくなる可能性があるからです。そのため、火星生まれの子供たちは、火星での生活に特化した教育を受けることになります。文化や娯楽も発展していくでしょう。音楽、アート、スポーツ、ゲーム、お祭りなど、人間が生きていく上で欠かせない要素です。火星ならではの新しい文化が生まれるかもしれません。低重力を生かした新しいスポーツや火星の材料を使った芸術作品、火星の風景にインスパイアされた音楽などです。経済システムも発展させる必要があります。最初は地球からの支援に頼りますが、やがて火星は自立した経済を持たなければなりません。火星で採掘された資源を地球に送ったり、火星でしか作れない製品を開発したり、火星を観光地として発展させたりといった可能性が考えられます。また、火星での経験や技術は他の天体の開発にも応用できるため、そこに価値が生まれます。法律や統治の仕組みも必要です。火星の住民はどの国の法律に従うのでしょうか。火星は誰のものなのでしょうか。こうした問題は国際的な議論と合意によって解決していく必要があります。おそらく火星には独自の統治システムが生まれ、住民が参加する民主的な意思決定の仕組みが作られるでしょう。テクノロジーの進化。火星移住を実現するためには多くの先進技術が必要です。そして火星での生活を通じてこれらの技術はさらに進化していくでしょう。3D プリンティング技術は火星では特に重要です。地球からすべての物資を運ぶのは非常にコストがかかるため、できるだけ現地で製造する必要があります。火星の土や岩を材料にして、建物の部品、工具、家具などを 3D プリンターで作ることができます。将来的には、複雑な機械部品や電子部品まで現地生産できるようになるかもしれません。ロボット技術も欠かせません。危険な作業や重労働は、できるだけロボットに任せたいものです。探査ローバー、建設ロボット、農業ロボット、修理ロボットなど、様々なロボットが火星で活躍するでしょう。また、人工知能も重要で、効率的な資源管理、問題の早期発見、最適な意思決定の支援などに使われます。生命維持システムの技術も進化します。水のリサイクル、空気の浄化、廃棄物の処理、食料生産など、閉鎖環境で人間が生き延びるための技術は、火星での実践を通じて洗練されていきます。これらの技術は、地球に戻ってきても有用で、環境問題の解決や、持続可能な社会の実現に貢献するでしょう。医療技術も発展します。遠隔医療、遠隔手術、再生医療、
予防医療など限られた資源で最大の効果を得るための医療技術が開発されます。また、火星の低重力環境や高放射線環境での人体への影響を研究することで、新しい医学的知見が得られるでしょう。エネルギー技術も重要です。効率的な太陽光発電、蓄電技術、燃料電池、小型原子炉など、安定したエネルギー供給を実現する技術が開発されます。火星は太陽から遠く、夜は長く、砂嵐もあるため、地球以上にエネルギー管理が重要になります。環境改造の夢。火星移住計画の究極の目標は、テラフォーミングと呼ばれる環境改造です。これは火星の環境を地球のように変えて、人間が宇宙服なしで生活できるようにするという壮大な計画です。テラフォーミングの基本的なアイデアは、火星を温暖化させることです。火星の極地には大量の二酸化炭素とメタンの氷が埋まっています。これを溶かして大気中に放出すれば温室効果によって火星全体が温まり、さらに多くの氷が溶けて熱い大気ができます。大気圧が上がれば液体の水が表面に存在できるようになります。具体的な方法としていくつかのアイデアが提案されています。一つは極地に巨大な鏡を設置して太陽光を集中させ氷を溶かすという方法です。もう一つは、小惑星を火星にぶつけて、その衝撃でエネルギーを与える方法です。また、温室効果ガスを人工的に生産して大気中に放出するという方法も考えられています。大気ができたら、次は酸素を増やす必要があります。これには生物の力を借ります。地球の初期には、シアノバクテリアという微生物が、光合成によって酸素を作り出し、大気を変えました。火星でも同じように、遺伝子改良された微生物や植物を使って少しずつ酸素を増やしていくのです。しかし、テラフォーミングには膨大な時間とコストがかかります。楽観的な見積もりでも数百年、現実的には数千年かかるかもしれません。また、倫理的な問題もあります。火星にもし、微生物のような生命が存在していたら、それを破壊してしまうことになります。火星を人間のために改造する権利が、本当に私たちにあるのでしょうか。こうした理由から、完全なテラフォーミングは、遠い将来の目標として、まずは局所的な環境改善から始めるという考え方が主流です。例えば、巨大なドームを作って、その中だけを地球環境にする、パラテラフォーミングという方法です。これなら、より短期間で、より現実的に実現できます。現在の進行。火星移住計画は、もはや空想ではありません。実際に様々な機関が具体的な計画を進めています。NASA は、アルテミス計画を通じて、まず月に恒久的な基地を作り、そこで火星への長期滞在に必要な技術を試験する計画です。月は火星より近く、問題が起きても地球に戻りやすいため、練習場として最適なのです。NASA は2030年代に有人火星探査を実現することを目指しています。イーロン・マスクが率いるスペース X はより野心的な計画を持っています。同社が開発しているスターシップという巨大なロケットは一度に100人以上を火星に運ぶことができる設計です。マスクは2050年までに火星に100万人の都市を建設するという目標を掲げています。これは非常に楽観的な計画ですが、スペース X の技術力と実行力を考えると完全に不可能とは言えません。中国も火星探査に力を入れています。2021年には火星探査機天文1号を成功させ、ローバー祝融号を火星表面に着陸させました。中国は2033年に有人火星探査を行う計画を発表しています。UAE も火星探査機ホープを成功させ、2117年までに
火星に都市を建設するという長期ビジョンを掲げています。民間企業も参入しています。火星での居住施設を設計する会社、火星での食料生産技術を開発する企業、火星旅行のチケットを販売しようとする会社など、様々なプレイヤーが火星ビジネスに注目しています。また、地球上では火星を模した環境で長期滞在実験が行われています。ハワイの火山地帯やアリゾナの砂漠に模擬火星基地が作られ、そこで数ヶ月から1年間生活する実験が繰り返されています。これらの実験から、閉鎖環境での生活の課題や必要な技術、心理的な問題などについて貴重なデータが集められています。最後までお聞きいただきありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。明日もあなたにとって幸せな一日でありますように。おやすみなさい。